球の皆さんこんにちは、ケツくんと申します。今日はエンマ戦士キリエロイドの解説です。キリエロイドといえば平成を代表する人気怪獣、有名怪獣で、ウルトラマンティガを語る上で外せない敵の一人となっていますので、好きな方も多いと思うんですけど、今回久しぶりに再登場するということで、キリエル人の導きに従って解説していこうと思います。ウルトラマンティガ世代の方も最近キリエロイドに興味を持った方もぜひ最後まで楽しんでいってください。ここからは私、キリエル人が解説していこう。キリエロイドは我々キリエル人の戦闘形態なのだ。だからまずはキリエル人について先に解説していこう。はい、キリエル人は喋るのが遅すぎて無駄に尺が長くなるのでクビです。キリエル人はウルトラマンティガに登場した怪獣でも宇宙人でもない精神生命体みたいな存在で、かなり昔から地球に潜入していて、人類をより良い方向に導くとか言いながら支配しようとしてくるイカれ気味の連中です。人間の精神を洗脳して操ったり、人間の死体に憑依したりできます。ウルトラマンティガが現れてから人類はティガに夢中で、救世主を歌っているキリエル人にとっては目の上の単行部的な存在ですので、ティガのことをめちゃめちゃ嫌っています。だからティガがピンチの時というか、語尾のギガ戦の後のダイゴが気を失っている時にわざわざザマーみたいなことを言いに来たりとか、ガタのゾウに負けた後のダイゴにああキリエル人に従っておけばよかったのにみたいなことを言いに来たりとか、なかなかうざいやつです。でも中にはセクシーなキリエル人もいます。で、このキリエル人の戦闘形態であるキリエロイドと第3話と第25話で戦うことになるんですけど、その中でキリエル人がティガの過去を知ってか知らずか、ティガこそが悪魔と人類に触れ回るシーンがあるんですけど、それもあながち間違いではなかったということが後々分かることになりましたね。ちなみになんですけど、ウルトラマンティガはガタノゾーアとかゾイガーみたいな超古代文明を滅ぼした一員となった闇の勢力との戦いが一つのメインだと思うんですけど、キリエル人はこの勢力とは全然関係なくて、フリーで悪さをしている人たちです。はい、そんなキリエル人の戦闘形態、キリエロイドが初めて登場したのが第3話、悪魔の予言。第3話なんで、ティガが現代に蘇って割とすぐの時期でしょうね。テレビのインタビューでガッツのイルマ隊長がティガについて聞かれて、ティガについてかなり好意的な意見を述べたことにブチギレて、待てーキリエル人が救世主やみたいな感じで喧嘩を打ってきました。イルマ隊長にインタビューしていたアナウンサーを操って、キリエル人に従うのだとか言って宣戦布告した後、かなり大規模なテロ行為を起こして結構な被害が出てしまいます。その後、板橋光雄という人間の死体を操ってイルマに接触して、キリエル人を救世主と認めろみたいな感じで脅すんですけど、当然イルマは応じません。で、拗ねたキリエル人はさらに大規模な破壊を行って大きな被害が出てしまいます。その後、いよいよティガと相まみえることになるんですけど、そこで有名なというか印象に残っているセリフを吐いて、要するに君より早く地球にいたぞ的な先輩マウントを取った後、キリエロイドに変身します。はい、かっこいい。かっこよすぎですね、キリエロイド。これわざわざティガとサイズを合わせてこの大きさになりましたからね。ティガに挑戦するために。で、でかいこと言うだけあってキリエロイドかなり強いです。バチバチやり合って苦戦するんですけど、タイプチェンジなどを駆使してティガが勝利します。人類の救世主は誰だ1グランプリはティガの優勝という結果になりました。でもこの回の最後のナレーションのしかしひょっとしたら私たちの間にキリエル人は未だ潜んでいるかもしれませんという言葉通りになってしまいます。第3話で一度ティガに敗北したキリエル人は20話にちょろっと出てきて第5に悪態をついた後、第25話悪魔の審判で再びがっつり登場します。キリエル人が電波をジャックしてテレビを通してティガこそ悪魔だと訴えて、自分たちを天使として人々に訴えかけて信者を増やしていきます。前回にも増してヤバい宗教感が増しています。それで信者をどんどん増やして、いやいや人間とかみたいな感じでバカにするキリエル人と、それに反論するダイゴが戦闘になります。これがキリエロイド2なんですけど、最初に出てきたキリエロイドが泣き顔だったのに対して今回は笑っているように見えますね。通常のキリエロイドも強かったんですけど、このキリエロイド2はさらに強いです。ウルトラマンティガの最強怪獣ランキングの動画でも解説していますので、よろしければチェックをお願いします。キリエロイド2の何が強いかというと、前回の敗戦からしっかり学習していて、ティガのタイプチェンジに合わせてなんとキリエロイドもタイプチェンジしてきます。そしてその姿がいちいちかっこいい。
しかもこのタイプチェンジした先がことごとくティガよりも強いんですよね。だからティガはなすすべなく倒れ込んでしまって戦闘不能になります。そしてキリエロイドは地獄の門を開けようとして、もしそうなればキリエル人が召喚されて大量に移住してくるので、いよいよこの世の終わりがと諦めかけたその時に、今度はイルマ隊長がテレビを通して人類に呼びかけるんですよね。ウルトラマンティガは私たちを守ってきてくれました。今度は私たちが力を貸す番です。お願いです。ティガに光を与えてください。名台詞ですよね。その魂の訴えが人々の心を動かしてティガの元に光が集まっていきます。そしてティガが復活するんですけど、このシーンは本当にティガを代表する名シーンで、ゲス君も何度この回を見返したか分かりません。それぞれがライトとか照明とかでティガを照らしているんですけど、それよりも何よりもこれだけの人がティガを助けようと集まってティガに声援を送ったその事実、その気持ちが一番の光でティガの復活につながったのかなと個人的には思っています。これによって復活したティガはプチグリッター状態とも言いますが、明らかに強化されていて、キリエロイド2をボコボコにして地獄の門に投げつけて扉を閉じつつダメージも与える効率のいい戦いを見せます。ちなみにこのシーンカラオケの映像でよく見ます。そして見事キリエロイド2を倒すんですけど、この人々の光の力でティガが救われてパワーアップするという展開は後の最終章にも引き継がれますから、キリエロイドというキャラクターのかっこよさとか強さだけではなくて、ティガというシリーズにおける重要性も分かっていただけたかと思います。ちなみにこの後キリエル人は最終章でも第5にちょっかいを出しに来ます。ウルトラマントリガーに出てくるキリエロイドがティガの世界にいたキリエル人と関係があるのかないのかは分かりませんけど、今日の動画の内容を頭に入れてトリガーを見ていただけると、もしかしたらより楽しめるかもしれません。多分画像等を見る限りではそこまで掘り下げられずに普通に出てきて普通に倒されるだけのような気もしますけど、そうならないでキリエルらしさみたいなものが少しでも出ていることを期待します。ここまで見ていただいてありがとうございました。それではさよなら。